生産性向上のために新たにロボットを導入し、自動化を推進しようと、製造業の分野で自動化への関心はますます高まっています。しかし、本当にロボットを入れることが生産性の向上に役立っているのでしょうか。むしろ、チョコテや故障の対応に追われて、以前より生産性が落ちてしまうということはないでしょうか。今回、複数工程で生産される加工部品を事例に、ロボットによる生産性向上について見ていきたいと思います。この動画では、効率化ってとりあえずロボット化すればいいんでしょうと思っている方、ロボット化するならどこから始めたらいいかわからないという方、ロボット化の費用対効果を見極めたいという方、またその他注意点について知りたい方について解説していきます。加工事例として、1工程目で NC 旋盤、2工程目でマシニングセンター、3工程目でボール板で加工する場合を考えてみます。作業はすべて人が行っており、加工時間はそれぞれ2分、5分、1分とします。製品が完成されるペースは一番時間かかる工程に制約を受けますが、ここではマシニングセンターの5分が一番長いので、製品が完成されるペースは5分となります。ここで1工程目の NC 旋盤のところに新たに着脱用のロボットを導入したとします。この時、加工時間が2分から1分に短縮されたとします。この際も一番時間がかかる工程はマシニングセンターの5分であり、製品が完成されるペースは5分で変わりがありません。この場合、マシニングセンターの前に仕掛かり品が溜まってしまうということになってしまいます。一方、ロボットをマシニングセンターの工程に導入した時を考えてみましょう。この時、加工時間が5分から3分に短縮されたとします。すると、製品が完成されるペースは3分に短縮されます。このように加工時間が一番長い工程を自動化することで、生産ライン全体のリードタイムが短縮することができます。次にロボットの導入の費用対効果について見ていきたいと思います。まずは損益分岐点の考え方について簡単に説明し、その後に具体例に入っていきます。グラフにおいて横軸に製品がどれだけ売れたかを表す売上高を、縦軸に費用や収益の金額を設定します。まず、売上につきまして、売上がゼロの時は収益ももちろんゼロですが、売れるにつれて収益も比例的に増加していきます。次に、費用につきましては、その性質により変動費と固定費に分けられます。変動費とは、製品を作れば作るほどかかる費用で、材料費が代表的です。一方、固定費は、製品を作っても作らなくてもかかる費用で、家賃や設備費、人件費などが代表的となります。売上高が小さいときは、費用の方が売上より大きく、一定の点を超えると逆転し、費用よりも売上の方が大きくなります。この売上が費用を逆転する点が損益分岐点です。損益分岐点について確認できたところで、ロボット化のデメリットから説明していきます。費用は変動費と固定費に分かれますが、ロボットは一度購入すると製品が売れようが売れまいが費用が発生しているので、その購入費は固定費となります。よって新たにロボットを購入すると
その分固定費が上がります。固定費が上がった分、それに伴い費用全体も増加します。この結果、損益分岐点は元の位置より右側に移動しました。つまり、より売上高が高まらないと利益が出ないようになったので、損益分岐点は悪化したということになります。次にロボット化のメリットについて見てみます。まず一つ目ですね。変動費の削減です。ロボットを導入したことで、例えば夜間も含めて24時間生産が可能になり、人件費が削減できたとします。この時、変動費が減るんで、費用の直線の傾きは小さくなって、損益分岐点は左に移動します。つまり、少ない売上高でも利益が出やすい体質になったというわけになります。二つ目のメリットとして、これは場合にもよりますが、収益性の増加が挙げられます。例えば、ロボットによりミスなく複雑な加工ができるようになったことで、製品の収益性が増加したとします。この場合、売上を示す直線の傾きは急になり、同じ売上高でもより多くの収益を得ることができます。損益分岐点で見ると、左に移動し、少ない売上高でも利益が出やすくなります。ここまでの話をまとめます。ロボット導入では、代表的なデメリットとして固定費の増加、代表的なメリットとして変動費の削減と収益性の増加が考えられます。それぞれの効果の大きさを見積もって総合的に判断していくということが重要になります。例えば先ほどの事例において、ロボットの導入費用が600万円、人件費の削減効果が年間400万円、品質向上効果が年間300万円と見積もれたら、1年間で100万円分のメリットが残ることになります。このような場合、メリットの方が大きいので、ロボットを導入しようとなるかもしれません。実際には、これら以外のメリット、デメリットも考えられると思いますが、その他の注意点については、この後に挙げていきたいと思います。それでは最後にその他の注意点を挙げていきます。ここでは大きく5つ取り上げたいと思います。まず1つ目として、ロボットの故障、チョコ定の頻度が高く、稼働率が逆に低くなっていないかということです。このような場合、思ったように生産性が上がらず、売上が増加しないというリスクがあります。次に、ロボットの段取り、セッティングに手間がかかりすぎないかということです。多品種少量の生産を行う場合、段取り替えが多く発生します。ロボットなどの自動化設備の段取り替えに多大な時間がかかる場合、従来のように人手で対応した方がいい場合があります。次に、故障やチョコテを直すための専門知識を持った人材が新たに必要ではないかということです。専門知識を持つ社員を新たに雇い入れることが必要になると、結局のところ人件費が減らない、逆に増えてしまうといったことがありますので注意が必要です。また、社外に修理などをお願いする際には、修繕費が高すぎないかということも押さえておきたいところです。次に、購入する自動化設備は汎用性があるかです。ロボット化の際には、それに付随してパーツフィーダーなどの自動化設備も合わせて検討することがあると思います。専門的すぎる設備は汎用性がなく、今生産している製品が売れなくなると使えません。
現在はどんどん製品のライフサイクルが早まっていますが、業界によっては特に注意が必要です。できることなら汎用性があり、使い回しが利く設備が好ましいです。最後に、固定費増加により企業の安全性が低下しないかです。攻めすぎな設備投資を行うと、少し景気が悪くなっただけで財務状況が脅かされてしまいます。財務指標などにも注意をしながら慎重な投資が必要となります。全体のまとめとしまして、ロボット導入にあたっては、必要な費用、自己定対応、段取り負担、新たな専門知識の取得といった懸念点がある一方、収益性向上、作業員削減、品質アップ、生産性の向上といった効果が期待できます。損益分岐点の考え方を用いて、それぞれの効果をなるべく定量的に判断し、実際にロボットを導入するかどうかを総合的に判断するということが重要になります。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので、興味のある方はクリックをお願いします。今後も製造業で役立つ情報をアップしていきますのでよろしくお願いします。